皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？皆さんは断食をしたことがありますか？最近は祈りだけではなく、美容や健康のために断食をされるという方も増えていらっしゃいますね。私が初めて断食にチャレンジしたのは20代の時でした。今でもその時のことはよく覚えています。当時の私は食が細く、あまりお腹が空くことはありませんでした。朝ごはんというのは胃を目覚めさせるためにあえて食べるという感じだったんです。だから朝食抜きで夕方頃まで何も食べなくても割と平気だったんです。でも、さあ明日からはいよいよ3日間の断食という前日の夕ご飯はいつもより多めに食べました。そしていよいよ断食の朝。なぜか目が覚めた途端、いつになくお腹が空いてるんですよね。そして断食しなくちゃ、断食しなくちゃと考えれば考えるほど食べ物のことばっかり頭に浮かんで何にも手につかないんです。そうこうしているうちにまだ何時間も経ってないのにすごくお腹が空いてしまいました。時計とにらめっこしながらなんとかお昼過ぎまでは頑張りましたが、とうとう我慢できず一口だけ食べようと思ったのが最後。結局お腹いっぱい食べてしまって私の初断食は見事失敗に終わりました。でもどうしてその日に限って突然お腹が空いたんでしょう。もう皆さんお分かりですよね。朝からずっと食べることばっかり集中していたからです。気にしてなくて力が抜けていたら何でもないのに、気にし始めた途端身動きが取れなくなってしまう。これっていろんなことに当てはまるなぁと思います。前回はうつ病の症状や不登校など、これさえなかったらと思う私たちの症状が実はもっと悪いことが起きないように守ってくれてるんだという話をしましたよね。誰にでも外側と内側の顔があります。緊張を保って外で頑張る自分と、不安になったり疲れて本当は弱音を吐きたいという内側の自分、不安や恐れがいっぱいの弱い自分は心を不安定にしますよね。疲れた、サボりたい、怖い、心配、そんな自分にいちいち付き合っていたら毎日の生活が乗り切れないから、私たちは無意識に自分に制限をかけるんです。つまり感じてもいいことと感じてはいけないことを分けているんです。この制限は私たちの人生に緊張感を与え、この緊張感は私たちの生きる力にもなっています。でも、この制限があることで、自分の一部を切り捨てて、ありのままの自分を否定して生きなくてはいけないので、それは苦しみの源にもなっていくんです。周りの期待に応えたり、思い通りの自分を生きようとして、疲れた自分を抑え込んで頑張る力が強すぎれば、疲れて果ててしまうのは当然ですよね。そういう意味で、うつ病や不登校になる人は、むしろ我慢強い人たちなんです。無視され続けた内側の自分は、今まで通り頑張ろうとする自分に怒っています。その結果、動けなくなると、今度は今まで通り頑張れないことに外側の自分が怒り出すんです。ありのままの自分を生きようとする内側の力と、期待通りの自分を生きようとする外側の力、両方の自分の怒りに綱引きのように正反対の力で引っ張り合われて身動きが取れなくなってしまう。これがうつ病や不登校の状態なんです。
ちゃんとできない自分を責め、それと同時に以前と同じように頑張り続けようとする自分を責めている。そんな心の状態なんです。中には鬱にならないタイプの人もいます。このタイプの人たちは内側からストップをかけようとする力が弱いので、自分が無理していることに気がつかず、過労死するまで走り続けてしまうことがあります。だからうつや不登校で身動きが取れなくなった時は、引っ張り合っている力を緩めることが解決への秘訣になるんです。そしてこのことをきちんと理解して緊張を和らげる方向にアプローチをすれば、うつ病や不登校は結構早く改善していくんです。すべてが無意識の中で起こっていることなので、自分一人や同じ価値観を持っている家族の中で解決するというのはちょっと難しいかもしれません。でも、休みたい、サボりたい、弱音を吐きたいというありのままの自分を感じることを意識をして、そんな自分が出てきても否定しないで大切にしてあげてください。気持ちを抑え込まなくちゃという緊張感が減っていくと、だんだん楽になり、それにつれて症状も和らいでいきます。不安な時、落ち込んだ時にその気持ちを感じないようにするのではなくて、それを受け止めてくれる人に話せると、無理をしてきたんだなっていうことが自分でも客観的に認識しやすくなります。自分は不安なんだ。でも不安になるのは当然。不安でもいいよと自分の気持ちを認めていくと、肩の力が抜けて少しずつ辛かった症状も改善していくんです。時には弱音を吐いてもいい。時々サボってもいい。そして人に助けてもらってもいい。それがロボットじゃない人間の素敵なところですよね。これさえなければと思う症状は、実は本当のあなたの姿を取り戻そうとしてくれてるんです。悩みはあなたと家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。では。